ヤッホーみんな息してる。息しかしてない時までです。皆さんこんにちは。今日はネスカフェからすごいのが出ているので、飲んでいきたいと思います。これです。ネスカフェゴールドブレンド。カフェインハーフ。案件でも何でもありません。でね、これチラチラ広告で見るようになっていて、で、こんなの来たんだと思ってたんですよ、私は。やっぱこう、ネスカフェに対して結構アンテナ張り巡らしているので、生活してるんで。そしたらね、これが出てきて、うわ、すごいの来たなと。で、よくほら、緑のやつとか、あとちょっと黒いね、濃いめのやつとかありますけど、ピンク、カラーがまず、レビューしていきますよ、これを。ピンクなの。なんかこうちょっと可愛らしい、春らしい、桜んぼかなっていう、桜の味がするのかな、桜フレーバーなのかなって、桃かなって、桃のようなスッキリとした香りがするのかな、味がするのかなっていうのを考えさせられる。でもコーヒー、カフェインがハーフになっている。50% オフ。どういうことか、これが。なかなかスーパーに売ってなくて、アマゾンで買いました、私。うん。なんかね、うちの近くのスーパーに出るのを待ってたんですよ。で、出てきたらもう買ってやろうっていうふうな、そういう気持ちだったんですけど、全然出てこない、スーパーに。なぜだかわかんないけど。やっぱり新参者はスーパーにラインナップされないのか、どうかわかんないけど。私がもうスーパーの、スタッフだったらすぐ入れますよ、これ。とにかく新しいものすぐ入れないと。ね、カフェインレスタイプがあるのは知ってましたけど、で、飲んだことありますよ、それはもちろん。でもね、僕自身はそのカフェインが入ってないのは意味ないだろうってずっと思ってるんですよ。カフェインが入ってないんだったらコーヒーを飲む意味がないって。でもちろんたまには飲みますよ。よくほら、スターバックスとかああいうとこでも売ってるんで、例えばこう夜、ちょっと集合時間遅くなっちゃって、待ち合わせまで、時間がある時なんかに、時間が空いた時に、でも夜だとそれが。でもなんかちょっとカフェでゆっくりしたいな、作業したいなっていう時に、デカフェのね、コーヒー頼んだりもしますよ。たまーに。3ヶ月に1回ぐらいの頻度で。でもやっぱりコーヒーっていうのは私はそのカフェインを飲むために、というか入れるために飲んでいるようなところもちょっとあるので、なので、やっぱカフェインが入ってないとじゃあ飲む意味がないなってずっと思ってたんですよね。そしたらハーフですよ、ハーフ。レスでもなく、100% でもなく、スタンダードでもなく、ハーフ。50% オフ。どういうことかってこれが。すごいよね。絶妙なとこ来たよね、これね。やっぱり今は、そのやっぱカフェインレスブームっていうのが結構あると思うし、なるべくそのね、刺激物を体に入れないとか、なんかそういう方向性にどんどんなってきてるので、カフェインもやっぱりそのアルコールとかタバコと同じように、取りすぎは良くないって。で、取っちゃいけないって。みたいな雰囲気がどんどん強まっています。実際、この世の中。で、その中でこのハーフっていうね、ちょうどね、いいところを出してくるわけですよ。すごいなっていう。で、実際にこれ一般的なコーヒーの抽出液と比較してのハーフっていうことで、で、それ以外はほとんど変わっていません。基本的にレギュラーソリブルコーヒーでコーヒー豆、輸入の100%。ということです。だからこれ製法がちょっと独自製法だから、これをこう固めるときにどういう成分が入ってるのかっていうのは結構ね、謎だったりはするんですけども、ネスカフェ自体が。で、飲み方も変わってないです。ホットコーヒーは 2g、2g にお湯を 140ml っていうのが正式の作り方になってます。で、ラベルはこんな感じです。ね、ピンクですから。なんか、この何もないホワイトボックスにこのピンクが今生えてるんですよ。だから、私の部屋に。これが来て、なんかすごいすごいキャッチーな、部屋になってるんですよね。これが入っただけで。まだ開けてません。開けていきたいと思います。ちょっと開けてファーストインプレッションやっていきたいと思います。その前にね、お湯をちょっと沸かしていきます。で、お湯はね、熱々のお湯で注ぐのが基本なので、ちょっと沸騰させますね。はい。じゃあちょっとね、まずこの香りからどういう感じなのか。この時点では全くしない。やっぱね、漏れないっていうかな。香りが全く漏れないようになってるんですよね。で、ちょっと膨らんでるの分かりますか？ちょっと、ボリュームがあるの上に。要はこれだけガスがね、充填されてるんでしょうね、これね。
開けていきます。ファーストインプレッション。すごいわ。すごい。むちゃくちゃいい香り。もうこれだけでいいんだよね。もう飲まなくてもいい。もういつも言ってますけど、私もこの香るだけでいいんですよ。だからコーヒーも入れなくてもいいんですよ、本当はね。香るだけで。結構、ほとんど変わんない。普通のものと、香りはそんなに変わんないけど、でもその新鮮さありますね。うん。コーヒー。うん、奥に結構ラベンダー。うん。ローストされた蜂蜜。うん。古い木の香り。うん。うん。マシュマロ、焼きマシュマロにバニラ。スイートピーチ。なるほど。そういうことね。レギュラーソリュブルだね、これね。うん。レギュラーソリュブルだね、これ。レギュラーソリュブルの完全にメイクヨーワールドをコーヒー。うん。香りからは、カフェインがハーフにされている。50%オフされているっていうのは感じられません。香りからは。この状態ではね。うん。でも結構青っぽい、ちゃんとしっかりとしたコーヒーの実の、うん。大地を感じる。うん。グアテマラ、コロンビア、グアテマラ、コロンビア。キリマンジャロ。はいはいはい。なるほどね。マンデリンのね。あの辺のね。アフリカのアフリカの大地、砂漠。ハクーナマタータ。うん、アフリカ、ライオンキング。うん。ハクーナマタータの、サークルオブライフ。サークルオブライフ。サークルオブライフまで今来た。うん。it's a circle of life. うん。王の始まり、これは。うん。王になる。絶対必ず王になる。早く王様になりたい。はい。結構ね、いいです。香り。すごくいい。で、私こういう風に、指で開ける派で、で、開けた後は、こうね、切り取って、このね、いい感じに、なんていうか、爪一つ分ぐらいかな。爪よりちょっと大きいぐらいの穴をこういう風に開けます。で、他は残すスタイル。これが私のネスカフェの開け方です。はい、じゃあ早速入れていきたいと思います。はい、見事に入りました。こういう感じでね、パフォーマティブに今入れてきました。私のキッチンで。ちっちゃな狭いうさぎ小屋みたい。うん。ちょっと甘み出てきたね。柔らかさと甘みと、ちょっとシュガー、サトウキビの感じ。サトウキビの雰囲気あったりとか、もうすごく熱いですからね。すごく熱い。ここで行くと舌やけどするんですよ。やけどには十分注意してください。熱々のお湯で入れるのがポイントなんですけど、やっぱりそれで行ってやっちゃうと、もうやけどしちゃうんでね。なんで大体僕は作ってから、もう結構放置してますね、普段は。今日はちょっとファーストインプレッションなので、ちょっとこのまま飲んでいきますけど、大体作ってからね、テーブルの上に置いて、そこからちょっとなんかいろいろ、なんか掃除したりとか、することもあるし、なんか他のことちょっとやるんですよね。うん。で、それからようやくその作業できるような雰囲気になってきたときに、机について始めるって感じ。で、そこで初めての一口を飲むっていう風な感じなんですよ。だから意外と僕が飲むときっていうのは、もうちょっとね、冷えてるんですよね。ちょっとゆるい感じで、ゆらとゆるいなんかちょうどいい温度になってる時なんですよね。ぬるっと入ってくる感じね。これぬるっと。ネスカフェがぬるっと入ってくる。感じ。なんで今ちょっと熱すぎますね、これね。結構熱いね、これね。結構熱い。
ものすごく熱いです、これ。うん。結構無理かもしれない。うん、結構無理かもしれない。今飲むの。ちょっとね、冷ますまで時間かかりますね、これね。いきたいと思います。んうん。あ、柔らかいね。結構優しいかもしれない。香りはそんなに普通のスタンダードのネスカフェと変わらなかったんですけど、今ね、結構このコーヒーの状態になると、柔らかさがあります、これは。でもその苦味っていうのはちゃんとあって、そのコーヒーのボディみたいなものはあるし、豆感みたいなものはしっかりと感じられる。うん、苦味もある。ただ、なんて言うんだろう、アタックっていうのかな。ネスカフェの普通のゴールドのグッと入ってくるような、あの感覚っていうのは、がちょっと和らいでる感じはする。でもこれは気のせいかもしれない。これはもうハーフっていうものに私がもうやられてる感じ。ハーフという名前に。だからちょっとかなりプラシーボな感じはするけども、でも今のファーストインプレッションとしてはそう感じましたね。なるほどね、なるほどね、なるほどね。ネスカフェの良さというのは、冷えてしまってもネスカフェであるっていうことです。あの、そんなに変わらないんですよね。なんか、味が。で、それは最初から期待以上でもないし、以下でもないし、だから冷めたとこでも、それがずっと緩く続いていく感じ。で、冷めることによって、なんていうか味がガクンと落ちるカーブを描くのではなくて、結構緩やかに落ちていくカーブを描きます。で、それは多分これがレギュラーソルブルであり、粉コーヒーであるっていうこと。で、元々のコーヒーを濃縮しているものであるっていうことが関係していると思うんですけど、つまり、ネスカフェっていうのは、アイスコーヒーってむちゃくちゃ向いてますよね、これ。多分これで作ったことがある方わかると思うんですけど、粉コーヒーっていうのは、アイスコーヒーが作りやすいんですよ。で、これは例えばお湯をちょっとだけ入れて、濃いめにね、種みたいなものを作って、そこにミルクを、大容量のミルクを注ぎ込むっていう風な方法ができる。方法が取れるっていう。だから、結構そのカフェオレとかにも向いてるんですけど、そういう意味で、結構アイスにやっぱり強いっていうのも、これからのこの季節ね、もうどんどん暑くなってきていますけど、うん、ものすごくいいんじゃないかなって思います。だから冷えてもそんなに味が変わらないと。で、普通のハンドドリップとかで入れたようなコーヒーっていうのは、もちろんきちんと入れてるやつは全然味が落ちなかったりするんですけど、やっぱりその引き立て、そして入れたての香りとかがものすごくあまりにもいいものだから、なんかそれがちょっとこう冷めた時に差を感じてしまうんですよね。その最初の始まりと冷えた時の終わりのね、飲み口っていうのにものすごく差を感じてしまうことになるんですけど、ネスカフェっていうのは意外とね、ぬるくなっても冷たくなっても大丈夫なんですよ。それが結構長期的な作業に耐えうるっていうか、もう作業のお供に最適な飲み物っていうこと。そこに取り憑かれているところはあります。うん。美味しい。普通に美味しい。分量について考えるべきことは結構あっていくつか。で、つまり、これがカフェインハーフであるっていうことは、50%オフであるっていうことは、つまり、普通のネスカフェを1日に1杯しか飲んでいなかった人は、2杯まで飲めるってことですよね。2杯で同じカフェイン量になるってことですよね。だからそういうふうに、
コーヒーを飲むポーズとか態度が好きな人は、その時間を長くできるし、量を増やせるってことが考えられます。それがカフェインハーフの強みでもあるよね。まず一つ。つまりネスカフェを1日に2杯飲んでる人は4杯までいける。ちょっと4杯飲みすぎだと思うけど、4杯飲んでる人はハーフだったら8杯まで。8杯で同じようなカフェイン量になるっていうこと。でもこれはね、ちょっとね、危険なところもあるんで、100% やらない方がいいとは思うんですけど、ね、あくまでも一般的なコーヒー抽出液との比較っていう感じになっているので、その正確なカフェイン量っていうものは、ちゃんとね、科学的に測ってみないとこれ、どれくらい入ってるかはわからないので、でも、とにかく、なんとなくね、大体の量がハーフであるっていうことを考えれば、普通のレギュラーのネスカフェの2倍飲むことができると。だからこのコーヒーを飲むっていう態度が好きな人、これも私みたいな人ですけども、ミニマリストの方、は、あと概念としてのコーヒーを飲んでいる人は、そういうふうな、長く、そして多く楽しむことができるっていうことが言えると思います。で、あとはもう単純に優しさですよね。このハーフだからその2倍飲まなきゃいけないとかっていうわけではなくて、むしろ、これがハーフであるっていうことに価値があるってこと。で、それは今まで1杯分のコーヒーを毎日飲んでいた人は、これを1杯飲むと、カフェインの量はハーフ。でも飲んでいる時のその満足感とか、一緒にやってる作業とか、何かやりながらの会話とかね、例えば友達とか友人とかと、これを一緒に楽しむのであれば、その時の会話とか、そういうものは全く同じで、体に入ってくるカフェインの量だけが減らせるっていうこと。これはそのカフェインに敏感な人にとってはものすごくいいことですよね。嬉しいことですよね。カフェインに敏感だけれどコーヒーは好きみたいな人多分いると思うんですよ。コーヒーは飲みたいけどそのカフェインがどうしてもあれで、やっぱりデカフェに毎回なってしまうと。カフェインレスのものばっかり選んでしまうと。でもなんか味がなみたいなことを感じていたりとか。でもデカフェはデカフェでね、今ものすごくその製法も技術も進化しているので、デカフェのコーヒーもね、本当に美味しくなってますね。5年前、10年前と比べたら、ものすごく進化していると思います。だからもうそっちでいいやっていう風になってしまうかもしれないですけどね。本当にそのカフェインがいらない人は、嫌いな人は。でもなんか、そこに、やっぱりきっぱりと分けている人だけじゃなくて、私みたいなグレーの上を綱渡りして生きてるような中間を取る人たちも多分たくさんいると思うんですよね。だからそういう方々にとっては、あまり増やしたくないけど、でも飲みたい、ネスカフェ飲みたい、そしてちょっと夕方とかも飲みたいと、どうしても仕事の関係で、5時とか6時とか、ちょっと夕方ぐらいになってしまうと。あるいは夜、寝る前でもないけど、夜とかに飲むことになってしまうと。そういう方にとってはもしかしたら、フルフルのゴールドを飲むよりも、このピンクネスカフェを飲む方がいいかもしれないですし、今だいぶゆるゆると冷えてきて、で、やっぱり酸味がちょっと出てきましたね。最初の熱々の時はどちらかといえば香りと香ばしさとみたいなものが強かったのが、ちょっと緩くなってくると、コーヒー独特の酸味が現れてきました。この酸味で私は今、中華一番っていうアニメのことをなぜか思い出しました。中華一番っていうね、アニメがあったんですけど、知ってる人いたら世代ですからね。世代ですよ。中華一番。なぜかわかんない。でも多分その酸味が、酢と繋がったんでしょうね。調味料のお酢と繋がって、その酢から連想されて、今、中華一番っていうね。だからこれがネスカフェの凄さですよね。これもだからカフェインが今多分来てるんでしょうね、脳にね。ぐっと。いいかも。なんか、いいかもな、全然。全然これで。なんかフルっていうか、ゴールドじゃなくても。なんかそういう気はしてきました、今んとこね。
なんかね、やっぱね、ちょっとそのカフェインがハーフになっているってことは、多分長期的な実験が必要だと思っています。だから今回のファーストインプレッションは、まあ大体このような感じなんですけども、今後1、2週間ぐらいはちょっとこれを飲み続けて、自分のその体感みたいなものがどう変わるのかっていうのを、ちょっと自分の体で確かめていきたいと思います。なんか別にゴールドでいいじゃんっていう風になるかもしれないし、別にハーフでもいいじゃんっていうことになるかもしれないし、ただそのハーフっていうものがやっぱどれだけその自分の健康にというか体にそのカフェインの量が影響しているのかってなかなか調べづらいですからね。なんか結局なんかどっちでもいいっていうことになるかもしれない。そうなるとやっぱりその手に入りやすさとか価格とか、であと色とか、やっぱまあ普通の、私そのオーセンティックでクラシックなものが好きなので、どうしてもゴールドブレンドのゴールドの瓶っていうね、もう何十年変わらない、あれにね、なんかやられてるところはあるんですよね。だからちょっとこれ最近っぽすぎるっていうのかな。うん。なんかちょっと新しいね、ちょっとね、私の部屋がポップになりすぎるかなっていうのはあるんで、うん。まあでもまあ、味的には正直なレビューというか、正直なインプレッション、そういう感じです。まあカフェインにお困りの方とか、カフェイン嫌いだけどでもコーヒーは好きみたいな方はぜひちょっと試してみてください。そして試したら感想もぜひ、私はどう思ったっていうのを教えていただけると嬉しいです。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画がネスカフェだなと思ったら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録もお願いいたします。また次のネスカフェタイムでお会いしましょう。バイバイ。